で、ロッドバランスですが、これめちゃくちゃいいです。軽ければ軽いリールほどその竿の性能の良さを体感することができます。これでかいぞ。これはちょっとエッセルでかけたらダメな魚かな。まあちょっと頑張りながら持久戦でやります。はい、こんにちは、山です。今回はちょっと名前がエッチなビデオのタイトルになりそうなアジングロッド、レガーメさんのシャバツを紹介します。よろしくお願いします。さあ、久しぶりのアジングロッドのインプレということで、今回も僕が実際に使って良かった竿を紹介していきます。で、今回紹介するシャバツという竿ですが、名前がちょっとあれなんであんまり期待してなかったんですが、実際に使ってみたら思わず紹介したくなるぐらい良かったですね。6フィート1インチのソリッドティップのアジングロッドで、水深が10メートルまでのポイントで1グラム以上のジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りに適したロッドになります。そして感度もよく出ていて、ロッドバランスに関しては神レベルでよく出ていました。詳しいスペックなんかはメーカーさんのホームページを見てもらえたらよくわかると思いますので、この動画では実際に使ってみてどうだったかという視点で実調をしながら感度やロッドバランスなどを解説していきますので、ぜひご覧ください。このシャバツの感度はやっぱかなりいいですね。竿の感度が悪くて当たりが取りにくいということもなくて、特に冬の水温が低い時とか、あと近くでサビキの人がクマセを巻いている時の網パターンの時とかはすごい繊細な当たりがツッとかっていう当たりが結構出たりするんですが、その当たりも綺麗に手元に伝わってきて、釣り人側にかなり大きなアドバンテージがあります。で、あと産卵期ですね。かなり繊細な当たりが出やすい産卵期の時とかもツッという当たりとかも手元に伝わってきて、でアジの当たりが取れるのはもちろんなんですが、そのアジの当たりが取れるだけでなく、アクションをトンチョンチョンと入れた後、スーッと食わせの間を入れた時の潮の引き抵抗の違いとかっていうのも結構手元に伝わりやすくて、なので感度に関しては特に不満はなく、今もアクションを入れた後の食わせの間の時でコンとね、綺麗な当たりが手元に伝わってくれて、すごい楽しいですね。当たりを感知してかけるというこのアジングの楽しさをですね、めちゃくちゃ満喫できます。で、ロッドバランスですが、これめちゃくちゃいいです。ロッド単体でもめちゃくちゃいいバランス、いわゆるゼロバランスというぐらいすごいいいバランスが出ているので、軽ければ軽いリールほどその竿の性能の良さを体感することができます。これ今現在25ルビアス STSF の 135g のリールつけているんですが、前持ちでもう水平もしくは水平よりも少し上になるぐらいのいいバランス出ています。アジングではリフト&フォールの釣りが基本になるんですが、その時というのは基本的に竿を水平から少し上に構えてちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を入れるという風な釣り方をするんですが、そのリフト&フォールの釣りに適したバランスというのがやっぱり持った時に水平もしくは水平よりも少し上になるバランスがものすごい適したバランスになります。で、これやっぱ予想以上にやっぱいいバランス出ていますね。ちょっとここまで出ているとは思わなかったのでビビりました。で、やっぱりロッドバランスがいい竿だとアクションに入れた時のジグヘッドの操作感とかも結構手元に伝わりやすくて、特に軽いジグヘッドとかもトントントンとアクションに入れた時に手元に明確に伝わりやすくなったりするので、やっぱり先重りするバランスの竿よりかはですね、アクションの操作感は結構伝わりやすかったりします。で、やっぱアジの当たりってコンとかカサッとかツっていう反響の当たり以外に食わせの間を入れた時にジグヘッドの重さがフッと抜けるテンション抜けの当たりというのも結構あったりします。で、このテンション抜けの当たりを取れるか取れないかっていうので結構釣果が変わってきて、この当たりを取れたらやっぱり反響の当たりだけ取るよりも釣果の方が結構伸びます。なのでやっぱりそのロッドバランスがいい竿ほどそのテンション抜けの当たりも取りやすくなるので、僕自身もロッドバランスがいい竿好きなんですが、この竿ですね、結構いいロッドバランスが出ているので、今もジグヘッドの重さがフッと抜けるテンション抜けの当たりだったんですが、綺麗に取ることができました。やっぱここまでロッドバランス出ている竿というのがなかなか市場になるので、やっぱこういういいロッドバランスの竿というのはめちゃくちゃ使いたくなりますね。割とロッドバランスの重要性というのを話したりもすることもあるんですけど、あんまり理解してもらえないことが多かったりとかしてなんですけど、やっぱりこういう風にすごいリフト&フォールの釣りに向いたいいロッドバランスで作ってくれるこういった竿とかもあったりするので、そういう竿はやっぱすごい嬉しくて使いたくなりますし、こうやってちょっと紹介したくなりますね。で、ジグヘッドの操作感は
こうトントントンってやった時の操作感ですね。手元に伝わる操作感。結構比較的張りが強い竿なんですが、1g 前後のジグヘッド、普通に手元にトントントンと操作感伝わります。0.6g とか 0.8g とかの軽いジグヘッドも無風の時だったらこうトントントンってやったら操作感は手元にしっかりと伝わります。ただ使いやすいかっていうとあんまり 0.6 とか 0.8 とかは結構やっぱ張りが強い竿なので操作感はわかるけど、そういったのを使った釣りにはあんまり向いていないっていう感じですね。別の竿の方がですねやっぱり快適に使えますね。やっぱジグヘッドの操作感が手元に伝わりやすいと、今現在ジグヘッドがどの辺りにあるかなというのは結構そういった今自分がどこを探っているかというのが明確にイメージしやすいので、やっぱり釣り人側にやっぱ操作感が分かりやすいというのは大きなアドバンテージになりますね。で竿の張りはまあまあ強いんですが反響感度がいいのでこうトントントンってやった時のですね振動ジグヘッドの操作感というのはやっぱ結構綺麗に伝わります。トントントンってやった時ですね。なので今現在結構どの辺りにジグヘッドあるかとかそういったのはすごい分かりやすいですね。シャバツの投げやすさですが結構張りがあるんですがそこまで指を離すポイントいわゆるリリースポイントがシビアでなくある程度ちょっとずれたとしても結構綺麗に投げることができます。使ってきた竿の硬さとかによってもやっぱ感覚変わってくるので、ちょっと柔らかい竿を使っていたらちょっと硬くて投げにくいなというふうに感じるかもしれませんが、慣れたらその辺りは特に気にすることなく普通に使えるかなと思います。どうしても最初ちょっと張りがある竿だったら投げる時に指を離すタイミングがちょっとシビアになって指を離すのが早かったらフライでピヨーンと飛んでいったりとか指を離すのが遅かったらジボーンとライナーで突っ込んだりとかっていうのがあったりするんですが、この竿そこまで張りはある方ですがシビアじゃないのでちょっと柔らかい竿をですね使っていてこの竿を使ったという場合だったらちょっと投げる時に指を離すタイミングがちょっと難しいかもしれませんが、ちょっとやっていったらすぐに慣れると思うのでそのあたりはですね特に投げにくくてちょっと全然使いにくいなということはないかなと思いますので。なのでちょっと使ってみて硬くて投げにくいなという場合はですね明るい時にちょっと練習されるのが良いかなと思います。でちょっと投げる時のその気になる点としてブランクがこの4軸カーボン使っているので結構表面が凹凸っていうか凸凹になっています。なのでちょっと投げる時の空気抵抗がですね他の4軸じゃないブランクの竿と比べたらちょっと感じます。この辺りはちょっとロッドの太さとかこのテーパーですねこの太さとかあとガイドの数とかそういったのでも結構変わってきたりはするんですがやっぱりこのブランクが凹凸になっているのでちょっとその投げた時の空気抵抗ですねそういったのは感じやすいかなと思います。特にやっぱアジド 5G の S62L と比較してもですねやっぱアジド 5G S62L の方が結構シャープに投げて空気抵抗があまり少なかったりするんですがシャバツの方がですねやっぱこの多分ブランクの表面が凸凹になってるんでそれでやっぱ空気抵抗ちょっと感じてですねなんか投げる時にちょっと空気抵抗あるなというのは思います。美味しそうな味。投げる時の結構ブランク自体に張りがあるので風が吹いている状態でも風を切り裂いてビュッと投げることができます。特に僕の住む愛媛県なんかは比較的冬場なんかは北西の季節風が吹いたりするんですがその風が強い状況でも釣りをする時に柔らかい竿だったらどうしても風に負けて狙った方向に飛んでいかないということがあったりするんですがシャバツはいい感じで張りがあるので風が少々吹いていても狙ったところにピュッと投げることができます。これがやっぱり風が結構吹く地域で風が吹く時に釣りをされる方にはかなり大きな武器になります。1g 以上のジグヘッドの操作感もしっかりとトントンと伝わりますしさらにやっぱ張りが強い竿になるので 1g 以上 2g とかのジグヘッドをフルキャストして水深が 10m ぐらいのところでも上下にトントンとイメージ通りに動かせるぐらいの張りの強さもあります。ただそのジグヘッドの重さに対してラインの使い分けをする必要があってそのあたり使用するジグヘッドとかあと水深とかですね 7m 以上の水深で使う場合だったらエステルだったらちょっとラインが伸びてしまったりとかするのでそういった水深が 7m ぐらい以上のポイントとかあと 2g 以上のジグヘッドをメインで使う場合だったら PE ラインでそれ以下の水深が 7m ぐらいのポイントでなおかつジグヘッドの上限が 2g ぐらいまでを使うことが多いんだったらエステルラインで使うみたいな感じでそのあたりはですね通われるポイントで使い分けするのがいいと思いますし僕自身はですねそういった感じで使用するジグヘッドの重さとかポイントとかによってですねラインの使い分けはするようにしております。してくれましたがこれなんかちょっと味じゃないっぽいですね。なんかなんかちょっと味じゃないやつがかかりましたね。これスズキだな多分エステル 0.35 取れるかな。
ちょっとね頑張ってやり取りしてみます。ちなみにこの竿やっぱ結構パツパツの竿で張りが強いので、魚をかけた時は竿を立てずに、水平かもしくは水平よりちょっと寝かした感じでこうドラグを滑らしながら巻いていくと、結構大きめの魚とかアジとかも楽にやり取りできます。どうしてもやっぱ竿が結構張りが強いんで、やり取りしてたら腕に負担がくるんで、あらタイじゃないかこれ、キラスズキじゃねえ、タイじゃ、タイだったよいしょしょ。なんと鈴木と思ってたらタイでした。よいしょよいしょ。張りが強い竿なんですが、竿を立てずにちょっと寝かし気味でドラグを滑らしながら巻いてくると、このぐらいのサイズ、45かそのぐらいのタイでもエステル 0.35 で割と楽に取ることができます。で、ジグヘッドはレンジクロスヘッドの 1.5g で取ってます。口の横のいいところかかってくれたので、タイでも針を伸ばされずに取れました。このシャバズのロッドパワーですが、結構張りがあるので、水深が5メートルぐらいのポイントで 2g のジグヘッドをフルキャストした先の底付近でいきなり当たったとしても、合わせをバッと入れてかけるぐらいのパワーがあります。柔らかい竿だったらちょっと重ための 2g ぐらいのジグヘッドを投げて、そしてそこの方まで沈めて当たりがあった時に合わせを入れても全然合わせが決まらないということが結構あったりするんですが、このシャバズはそんなこともなく合わせを結構しっかりと決めることができます。アジの抜き上げは最大33センチまで試しましたが、竿を上に立てすぎなければ普通に抜けました。ただ尺サイズに限らず抜き上げの際に竿を立てすぎてしまうと、ティップからベリーにかけて結構負担がかかってパキッと破損する可能性が高いので、基本的に抜き上げるときは竿を立てすぎずに横によいしょっていう感じで抜き上げるのがおすすめです。で、これは、またタイがかかりましたね、多分これでかいぞ。寄ってこない、これは。これはちょっとエッセルでかけたらダメな魚かな。こういう大物が来るときはやっぱり P ラインの方が安心なんで P を選んで使いたいですね。ちょっと頑張りながら持久戦でやります。あ、切れた切れた、残念、切れた、取れなかった。あー悔しい。で、このシャバツの性能を生かせるポイントですが、水深が10メートルぐらいまでのポイントでジグヘッドの上限 3g までのジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りで使うと、この竿の性能を生かすことができます。で、特にやっぱ1g 前後ですね、カジングでよく使うことが多い、1g から 2g ぐらいまでの間のジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りで使うと、やっぱりこの竿の性能、特に良さを感じることができます。逆に1g 以下のジグヘッドはちょっとあまり向かないですね。特に産卵期とか網パターンの時とかでアンダー 1g をメインで使うっていう方はですね、ちょっと張りが強すぎて操作感がちょっと分かりにくいなということでですね、あと魚をかけてもあんまり曲がらないみたいな感じでですね、ちょっと使いにくいというか、ちょっとパワーがありすぎてしんどいなというふうな感じになると思いますので、そのあたりは使うジグヘッドの重さとか、あと狙うアジのサイズに合わせてですね、選ぶのが良いかなと思います。で、今現在アジ道 5G の S622L を使っていて、竿よりももう少し感度がいい竿が欲しいっていう場合はですね、このシャバツなんかはすごいいいですね。アジ道 5G S622L と同じような感じのロッドバランスで、さらに反響の感度がいいということで、針の強さ的にはアジ道 5G の 622M の方が近い感じですね。622M の方が近い感じになるので、ちょっと 622L のような感覚で使おうと思ったらちょっと針が強くてちょっとなーっていう風になるかもしれないですね。そのあたりはちょっと注意が必要なんでお気をつけください。で、このレガーメさんの竿って韓国でなんかめちゃくちゃ人気があるみたいで、すごいなんか韓国の方から韓国でめちゃくちゃ人気ですみたいな感じでコメントいただいてですね、韓国でめちゃくちゃ人気なんだという風な感じで思ったんですが、やっぱり国によってやっぱこういったどういう竿が人気とか結構あったりするんですね。で、このやっぱレガーメさんの竿が人気ということはやっぱり比較的張りが強めの竿が多いので、そういった張りが強い竿を生かせるようなポイントが多いのかなとか思ったりとか、どういったポイントで釣ってるのかなとかちょっと妄想しながらですね、イメージするのもちょっと楽しいなと思ってるんですが、どのモデルが人気なのかな。
もし何か韓国の方でレガーメさんの竿を使っているって方いましたら、どのモデル使っているか、どのモデルが人気かとか、よかったら教えてください。やっぱいろんな地域の方の話を知ることができて、こういった感じで情報発信をやっていてよかったなというふうに思います。いつもね、皆さんありがとうございます。じゃあいい感じでシャバスのインプレも一通りいけたので、あとは晩酌のおかずを頑張って釣っていきます。さあ、そうしたらいい感じでクーラーがいっぱいになったので、そろそろ終わりにして帰りたいと思います。いや、サイズはそんなに大きくなかったんですが、いい感じで釣れてくれたのでよかったです。じゃあ帰ります。さあ、家に帰ってきました。結構いい感じで釣れてくれて楽しかったですね。今回うちで食べるのがこちらになります。アジは実家にちょっとお裾分けしたので数がだいぶ減っています。で、アジは今回冷製茶漬けとアジのアンチョビ、こちらでいただこうと思います。で、タイはまた後日鯛めしとかにしていただこうかなと思います。で、今日はもうだいぶ遅くて眠たくなってきたので、先に下ごしらえだけやっておきます。そしたらもう今回はアジのアンチョビにするので、もう先に鱗と内臓ともう頭を出しておきます。サイズも小さいんで、エラと内臓だけ出して熟成していくよりも、もう明日食べるんで、もう今回はもう鱗も取って、そして頭を落として内臓を出しているところまで進めていきます。鱗取ったら頭を落として、そして内臓も出しておきます。卵持ってますね。今20センチぐらいが産卵のタイミングですね。愛媛県は瀬戸内海と宇和海でアジの種類が結構違っていて、炭焼きがされているというか、結構全然別の種類のアジがいて、瀬戸内海側は回遊性志向のセグロというアジが多くて、宇和海側はイツキタイプのヒラアジというそういったタイプのアジが多いので、瀬戸内海と宇和海でまだ全然です、地域性が違うというか、魚の種類が違います。宇和海側に多いヒラアジの方が結構脂が乗っている個体が多くて美味しくて好きという人も結構多かったりするんですが、個人的には回遊性のセグロが多い瀬戸内側のアジもイワシを食っている個体だったら結構きれいに脂が入っているので美味しくて好きですね。特にヒラアジのこってりとした脂とはまた違って、セグロのイワシとかを食っている個体は結構サラッとした感じの脂が入っていて美味しかったりするので、僕は結構セグロの超えてるやつも好きですね。でもこの辺りは好みがありますからね。アジは名前の由来が味がいいからアジという風にめちゃくちゃ美味しいアジなんで、どこで釣っても結構美味しかったりします。そして水洗いしておきます。内臓の取り残しとか血をしっかりと流してきれいにします。キッチンペーパーでしっかりと水気を取って、この状態で冷蔵庫で一晩置きます。鱗がだいぶ飛び散ってしまったんで、流しで水を流しながら取った方が良かったですね。次からはやっぱり鱗取りでやります。今回はサイズも小さかったし、もう頭も落としているので一晩寝かしただけにしました。お腹側からすっと包丁を入れて、背中側から中骨に沿って入れていって、最後に中骨をパツンと抜く感じで切ります。反対側もお腹側から包丁を入れて、背中側から入れて、そしてあばらを切る感じでパスンと断ち切ります。骨は骨せんべい用で別に伸びておきます。そして三枚におろしたらあばらをすいていきます。あばらだけ薄くすいて、そして血合い骨を抜いておきます。今回アンチョビのやつは半分に切ってしまったら塩で縮んで見た目も食べるところもあんまりなくなったっていう風になる気がするので、ちょっと手間ですが抜いておきます。そして皮を剥いでいきます。いつもは三枚におろす前に皮を剥いでいたんですが、今回ねちょっと三枚におろしてから皮を剥いでみようと思ってちょっとねやり方を変えています。うまくできるかな。ちょっと
銀皮がだいぶ取られましたが、まあできました。やっぱり三枚におろす前に皮を剥いだ方がやっぱ綺麗に取れますね。僕の今のレベルだったら。失敗した。ダメだ。ちょっとね、やり方を変えたけど、うまくいかないんで、もう手で皮を剥ぎます。やっぱ三枚におろす前に皮剥いとったらよかったな。ちょっとまたこの辺りは練習します。こうね、やっぱり三枚におろした後に手で皮を剥ぐと、この腹の身を持ってかれるんがちょっと嫌なんで、ちょっとこの辺りやっぱ硬いですね。そしたらアジのアンチョビの塩を入れていきます。塩の分量はだいたい身の量に対して 40% で入れます。容器の底に塩を敷き詰めて、アジを並べていきます。うまく隙間にはまるようにして、そして間にまた塩を詰めていって、そしてまた敷いていきます。そして最後にまた上から塩をしっかりとかけて、これで一旦蓋をして冷蔵庫で2ヶ月ほど寝かせます。またうまくできたら今度動画で紹介します。じゃあ次はアジの冷製茶漬けの仕上げをいきます。今回は炙って乗せていきたいと思います。薬味はまずみょうが、千切りにしていきます。大葉はくるっと丸めて細かく切っていきます。アジを切っていきます。そしてご飯の上に大葉、みょうが、炙ったアジ、そして仕上げにネギ、そして周りに氷を敷き詰めて、そしてだしをかけます。このだしは今回釣ったアジの頭をベースに作りました。だしをかけます。アジの山盛り冷製茶漬けの完成です。そしたらいただきます。まずはアジからいただきます。うまいなこれ。アジをこぼさないようにちょっと崩していって、ちょっとご飯と一緒に。薬味も合うな。やっぱりこの冷製茶漬けなんて夏にめちゃくちゃいいですね。冷たい。ちょっとだしもいただきます。うまい。アジの旨味が出ていて濃厚で美味しいですね。こうやっぱアジ単体でも美味しいけど、このみょうがとかネギとか大葉とかそれと合わせて食べるとやっぱいいですね。それぞれの相乗効果で旨味がより引き出されるというか、やっぱ旬の時期に旬の野菜と合わせるのがいいですね。そして喉が渇いたので恒例の日本酒をいただきます。今回のお酒は桜渦巻酒造さんの臨前の純米酒を選択しました。蔵に直接買いに行ったんですが、当時の方に刺身に合うお酒何がおすすめですかと聞いたら、臨前の純米酒をおすすめいただきました。じゃあいただきます。うまいなこれ。この臨前シリーズは無農薬で作られたお米を使ってる、もうめちゃくちゃこだわったお酒で、もう一口口に入れたら雑味がなくてお酒のうまさがスッと入っていますね。この臨前シリーズはあくまで料理が主役で、お酒の味があまり残らずに料理の良さをより引き出すために作られたというお酒で、
当時の方に聞いたんですが、そういった思いで作られたということで、めちゃくちゃ熱くね語っていただきまして、これ今ちょっと前々回の動画で臨前の純米吟醸をいただいたんですが、本当雑味がなくてスッと体に入ってくるめちゃくちゃ美味しいお酒で、本当刺身とかそういった味が崩さずに、刺身とかを食べてもその刺身の味が口の中に残っていて、お酒の味でかき消されないっていう風な感じで、本当料理の良さ、魚の良さが引き出されるようなめちゃくちゃ美味しいお酒ですね。最近僕この臨前とかを知ったんですが、もうすごい美味しくて結構ヘビーローテーションしています。おすすめを聞いてこれがいいですよみたいな感じでやっぱ勧めてもらえるのはやっぱ僕としてもありがたいですね。めちゃくちゃやっぱね、夏は冷製茶漬けですよ。ちょっと味変で醤油も入れてみます。だしだけの味もいいんですけど、ちょっと醤油も足してみて味変で楽しみます。ちょっと混ぜてやっていただきます。醤油の味が入った。これも美味しい。だしだけでも美味しかったけど、ちょっと濃いめの味付けがいい場合は醤油入れてもいいですね。そしてお酒もおかわりする。これお茶漬けも美味しいけどお酒も美味しいんで、お酒が止まらなくなるやつですね。すごいうまい。美味しいけどお酒は20歳になってからです。いやー、夏にぴったりこれ。特に夏はちょっと汗とかかいたりするんで、塩をちょっと多めに入れて塩分濃いめで食べるのもいいですね。この辺りはお好みで味を調整してみてください。美味しかった。で、最後にお酒を。いやー、お茶漬けもお酒もめちゃくちゃ美味しい最高の晩酌でした。それではごちそうさまでした。ということで今回はちょっと名前がエッチなビデオのタイトルに出てきそうなハジングロッドレガーメさんのシャバツを実調芯と合わせて紹介しました。水深10メートルぐらいまでのポイントで 1g 以上のジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りに適した竿で、感度、ロッドバランスともにめちゃくちゃよく仕上がってる一本です。個人的にはアジドー 5G S622M の上位互換という位置づけで、感度とロッドバランスがここまで両立している竿は今の市場では結構珍しいと思います。個人的に通常のブランクよりも感度が落ちる4軸カーボンでここまで感度を出せるんだったら、あえて4軸じゃない感度特化バージョンも見てみたいと思いましたね。というのも今年の西日本釣り博で日清さんの社員の方が言われていましたが、4軸カーボンは感度は落ちるけど粘りや耐久性が上がるので採用するブランクなので、逆に徹底的に感度に振った4軸じゃないブランクを採用したモデルもあったらめちゃくちゃ面白そうですよね。そして今回釣った味は冷製茶漬けにしていただきました。ちょっとさばき方をいつもと違うようにやったので手間取りましたが、旬の野菜を使ったひんやりとした冷製茶漬けめちゃくちゃ美味しかったです。さらに今回合わせた日本酒桜渦巻酒造さんの臨前の純米酒、これもまた最高でした。料理の味を引き立てるキリッとした辛口の臨前の純米酒、夏にぴったりの組み合わせでこれまた最高の晩酌でした。さあ今の時期は昼間はめちゃくちゃ暑いと思いますが、夜はちょっと涼しくなって釣りに行きやすくなると思います。ぜひ皆さんも夜涼苦手な夜のアジングを楽しんでくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。